どうも、新年一発目の動画です。オートミールのスコーンサクサクいただきます。中はしっとり、外サクサクっていう、もうほんと普通のスコーンです。オートミール 100% なんで、やっぱねオートミールっぽさはあるんですけど、チョコの方がそれ薄いっすね。より普通のスコーンって感じがする。ちょっとこっちも食べます。ノーマルバージョン、プレーン、すごい食べやすいです。で、甘味料の量と塩の量はまあお好みですね。ちょっと甘めにして塩気を効かしてます。で、別になんかね塩抜いてもいいし、甘味料をめっちゃ減らしてもいいし、そこは自由です。ただちょっとね、あまりにも分量変わると水分減らした方がいいかもしれないけど、基本的にはお好みで大丈夫です。生地の様子を見てみてください。
気持ちポロッとするぐらいの方がサクサクになりますね。ちょっと塩を効かした方が美味しいかな。塩スコーンみたいな感じ。しょっぱさはちょっと出てる。塩入ってんなっていう感じで、このココナッツオイル買ってて全然使ってなかったのを思い出して、今回作ったんですけど、全然これじゃなくてもいいです。これ使うとかなりこのバターの味しますね。香りめっちゃ強いっすね。普通のバターの味じゃなくて、なんて言うんだろうな、これのバターフレーバー、これのねバター風味のねバターはね、第一印象一発目はね、ポップコーンのバターって感じ。ポップコーンのバターってしょっぱいバターじゃないですか。あんな感じです。なんて言うんだろう、ほんとポップコーンのバターなんだよな。そういうやつだ。普通のバターをイメージするとちょっとあれってなりますね。パンケーキとかにはあんま合わなそうな感じ、ちょっとしょっぱい感じの、しょっぱくはないんですけどしょっぱい感じのバター、あくまで風味って感じだね。でなければ普通のココナッツオイルでもいいしバターでも全然いいです。個人的にはバターおすすめです。今回はちょっとこれを試したかったんでこれ使いました。本当はオートミールを粉砕せずにもっといろんなものをね入れて作るスコーンとかも考えてたんですけど、やってるうちに材料多くてめんどくさくなっちゃったんで、今回はシンプルにオートミール 100% っていうかオートミールしかメインの粉は使わない。その他はちょっと足していくだけで、小麦粉とか米粉とか、大豆粉とかおからパウダーとかそういうものを使わずにオートミール 100% で、今回はやろうかなと思って。やっぱねこの包丁とかで切った断面がそのまま残ってる方が美味しそうに見えるんで、丸くして4等分にするんじゃなくて四角くしてから正方形にすればよかったなってちょっと焼いてから思いましたね。そこは反省です今日はオートミールのスコーンでした。2022年今年もよろしくお願いします。では。